はい、伊波館長、こちらはどこですか？ミュージアムの中に来ています。はい、じゃあ、お墓についてなんですけど、沖縄ではいろんなお墓の形があるんですけど、ここで展示されているお墓の形はどんなものですか？はい、じゃあこちらにどうぞ。一般的にこれを亀甲墓というんですけれども、沖縄のお墓ですね、よくこういうのを沖縄で見たことあると思うんですが、これは屋根の部分が亀の甲羅に似ていると。なるほど、こうね、亀の甲羅の形をしているから亀甲墓というですね。で、墓にはもっといろんな種類がいっぱいありますけれども、これが一般的な沖縄の亀甲墓です。こちらにあるのを紹介しましょう。はい、これが、雁というものですね。雁、これは何かというと霊柩車です。霊柩車、つまりお墓まで、連れてくる、ね、これは向こうに写真がありますが、集落の青年会が4名でこれを担いで、お墓まで連れてくる、ね、それが雁というものです。今はもうこういうものを使いません。霊柩車があるからね。はい、これが一般的なお墓の亀甲墓の中なんですけれども、このミュージアムに作るために階段は1段になってますけれども、本物の墓は3段になっています。そして3段にああいう厨子甕、あれ地石紙と言いますけども、厨子甕がずらりと並んでます。そしてこの今白い箱の中に入ってますけども、これは亡くなった人を安置してあります。いわゆる現在の棺桶という棺桶ですね。下を見てください。これは砂利で作ってあるんですね。これはそのまま火葬のなかった時には墓の中でその遺体がもう腐れて朽ち果てていくのを 4,5 年待って、でこれが下に人間のこの亡くなった方の肉とかがボロボロ腐っていって汁も出てきますので、それを下の方にこう詰める砂利になっているわけですね。これ現在はもうこれはありませんよ。真ん中に石があって、お骨亡くなった人がそこの中にね、一番新しく亡くなった人がこの真ん中に、で次はまた次亡くなったらお墓開けたらまたこれは逆にこう上の方に上がっていくわけね。そして、沖縄では厨子甕の中に入れた神様はもう33年期というのがありますけれども、33年終わったら本物のお墓の後ろの中の後ろだよ、中の後ろに大きな穴がありますので、その中に、この厨子甕の骨を全部こぼして外の方に出して、それを割って捨てる、これでもう一段落ですね。どうしてこれを捨てるんですか、割るんですかという人がいますけど、これをそのままここに置いておくと、また悪い悪霊が入ってしまうんじゃないかという沖縄の考え方だったので、これは割って捨てるということになっています。わかりました。伊波館長、この33年期を、終えたら、この魂がですね、どういうふうになると。要するに天国というところがありますね。要するに33年だったらもう神様になって天国に行きますよと、そういうことなんです。わかりました。で実際に厨子甕の本物をここに展示してありますので、これは種類サンゴの石、削りやすいものね。これはあとはみんな焼き物ですね。上やちとか、それからあれマンガンの入っている薬を塗ってないやつですね。こんな大きいのが本物
あったわけです。ですけど今はもう火葬場がありますので火葬しますから、こんな小さな壺の中に遺骨が入ってしまう、はい、それをお墓に安置するということです。はい。伊波館長、なんかお墓の、入るときなんか入り方かなんかあります？一般にはですね、お墓に入るときにはまず入るときには頭からこう入っていきます。はい。ね。だけど今度は向こうから出てくるとき、はい。お墓から出てくるときにはあの世の神様にお尻を向けていきませんので、出るときにはお尻から向こうからこう出てくると、はい、まずやってみたらいいですよ。入るときには頭からこう入っていって、で中でお仕事ね、要するに亡くなった人を安置したりとかそういうものをして、あと出るときはお尻から、そう、これが一般的な沖縄の風習ですね。はい、わかりました。はい。伊波館長、先ほどですね、このうさんみの説明を聞いたんですけど、実際はどういう感じで、どういう置き方とかいろいろちょっと、聞きたいと思いますので、すみません、よろしくお願いします。はい。こっちから向かってお米は右、それで、重箱のおかず等々が左、内カビ、内カビも私から1枚、そしておばさんからおじさんからというふうに、みんなこの関係ある人々はこれをお供えするときに一緒にこれに挟んで、そして最後にはこれをよくお墓の横にはこれを燃やす場所を作ってあるところがある。これはもうミュージアムだから作ってありませんけれども、本物のお墓は必ずあそこにこれを燃やす場所が作ってありますので、よくまたお墓に行った時には見てください。あとこれの向きとか何かあります？なんか僕が調べた本ではですね、このお肉、三枚肉がこの向こう、これはお墓ですけども、お仏壇に備える時には肉の方が向こうですよと言われましたので、そういうのがあるそうです。あとお箸も、お箸は向こう、要するに向こうの神様がこれ使いますので、神様が使えるようにあっち側にね持つところをこう皆さん右手で食べるはずですけども、そういうふうにやります。わかりました。これはもううさんで終わったら、これを持って、墓のうなというんですけども、なにブルーシート敷いてありますから、そのブルーシート敷いたところでみんなで、ごちそうを一緒に食べる、それがシーミーであるわけです。皆さん、それで、今日のハイサンドレーの、シミについてお送りしました。私はもう本当に、初めて、いろいろ正式にシミについて聞いたので、もう大変大事、勉強になりました。最後にはですね、伊波館長から、ちょっとミュージアムのお知らせがあると思いますので、今日はこのシーミーということでお墓の前で、お墓を中心に、お話ししましたけれども、それ以外にもたくさんな、遺跡とか、読谷村ではもう80やがて90近くの遺跡があると言われています。その中には7000年あるいは1万年と書かれている本もありますけれども、そういう展示物も置いてありますので、ぜひそれを沖縄に来た時に読谷まで足を運んで見に来てほしいなと思っております。ここは水曜日が休館日になっていますので、それ以外の日は土日でも空いています。で、私は月火金が出勤日になっていますので、その時にもし空いていれば、私が空いていればお一人でも展示物を全部案内しますので、ぜひ読谷に来た際にはミュージアムに足を運んでください。よろしくお願いします。じゃあ、伊波館長、今日、いろいろ、いっぱい
教えて、もらってありがとうございました。いえいえいえ。一平二平でビタン。はい。じゃあ、次のハイサンドレでお会いしましょう。はい、また。